皆さんこんにちは。ミシガン在住29年エマイこと井原です。今日のエピソードは、長女の発育記録の後編になります。ぜひお楽しみください。では早速動画の方に参りましょう。どうぞ。なんて言うんだろう、乳母車で、散歩に行ったりそういうことはしましたけど、レストランとか映画も僕ら見るのが好きだったんですけど、公共の場所でじっとしていることができないのですぐ泣いてしまうので、レストランとかは全く行けなかったですね。映画館も行けなかったので、なんかすごく退屈な生活になってしまったっていう印象を受けました。でもまあ可愛かったですよね。で、前編で夜泣きがひどかったって言ったんですけど、3ヶ月経ってからピタッと夜泣きがなくなって、一晩っていうほどでもないですけど、結構長時間、多分 5,6 時間は起きずに泣かずに寝てくれるようになったので、もうそれで助かったって感じでしたね。23歳の僕にとってはちょっと育児っていうのはハードルが高かったのかもしれないです。3歳から4歳であんまりね、これ多分これからこういう回答が多くなっちゃうかもしれないですけど、この頃って本当に仕事に打ち込んでいた時期なので、あんまり育児に携わってないんですよ。後悔してもしきれない、残念なことなんですけど、ちょうどその頃初めて就職した会社が合併の関係でミシガンにあるデトロイトオフィスを閉鎖することになって、僕自身転職しなきゃいけないっていう状況になりました。大変な時期だったんですね。だから前の会社のオフィスを閉鎖する手伝いをして、でそれから新しい会社に移って新しい仕事を覚えてっていう、そうすごい大変な時期だったので、この頃はねほとんど家にいなかったというか、家にはもちろん帰りましたけど、本当夜中、朝から夜中まで家にいなかった時期ですね。ちょっと妻には申し訳ないことをしたなと思ってます。そうですね、4歳から6歳っていうと、実はこの期間に日本に3年間行ってるんですよ。でそれはどうしてかっていうと、新しく移った会社のですね、現邦から日本の本社に研修制度みたいなのができてですね、僕が推薦されてですね、日本に行くことができました。その間は日本のですね、愛知県のその当時は長久手町っていうところに住んだんですけど、楽しかったですね。やっぱり母国に帰ってきたっていうところもありますし、妻も結構近所の皆さんによくしてもらって、娘はですね、近所の KIS っていう幼稚園というか、キッズインターナショナル園長先生が三谷園長先生、そこに通いました。3年間ですから、その時は一緒に週末は過ごしたり、いろいろな水族館に行ったり動物園に行ったりで、日本からちょうど帰ってきて小学校に入学したんですよね。その頃も日本から帰ってきて仕事が大変でしたし、でその後1年間元の職場に復帰していろいろ頑張ったんですけど、日本で出会ったお友達の紹介でね、ドイツ系の会社に転職したんです。転職については後々語りたいと思うんですけど、転職って大変なことで、やっぱり仕事がメインになっちゃいましたね。ですから本当に小学校の頃はケイティとのね思い出っていうのははっきり覚えてないっていうのが正直なところです。でも中学校はというよりも、中学校もあんまり関わらなかったですね。関われなかったです。学校のことは妻に任せて、僕はもう仕事に没頭してましたね。結構バリバリの営業マンでやってたので仕事メインでしたね。中学校の頃も授業参観とかコンサートとか行きましたけども、それぐらいですね。週末とかは一緒に出かけたと思いますけど、本当にケイティにはねちょっと申し訳なかったなと思います。中学の頃から水泳をねずっとやってたんですよ。競泳というかね。で高校に入って水泳部に入って、すごい活発に
活動してましたね。水泳の大会とかあんまり行けなかったのかな。当時ね補習校もやってたんですよね。補習校の先生もやってたのでなかなかね土曜日の試合とか見に行けなかったとか、それじゃいけないと思っていろいろ考えるところがあって、補習校の教壇を降りてからはそうですね3年生4年生の時はそのケイティのね大会水泳の大会とか見に行くことができました。そこでやっと取り戻せたわけじゃないんですけど、そこでやっとちょっと親らしいというか娘のそういう日常的に学校とか活動に触れられるようになった時期ですね。4年生のシニアの時は部員が560人いる中で3人のキャプテンに選ばれて、もうとてもいい経験をさせてもらったと思います。立派でしたよ。親が言うのもなんですけど、すごく一生懸命他の部員たちのためになるようなことを考えたりねやったりしてました。そうですね、大学で彼女がしていたこととか大学での生活っていうのはほとんど垣間見ることはできなかったんですけど、ただ大学に入るにあたってどの大学に行きますかって言った時に彼女は私立のね生徒数3000人っていうすごく少ない小規模の大学に、入学しました。一番の理由は水泳だったんですね。水泳を続けたいということで、ただ大きな大学だとやっぱり選手として活躍できないのでレベルが高すぎて、なのでちょっと小規模でこじんまりとしたところでやりたいということで別の動画にもホーランドの紹介っていうことで、出てますけどホープ大学に行きました。結局そうですね水泳が目的で行ったんですけど、やっぱり学問がおろそかになってはいけないということで、いろいろな理由があって水泳は1年生の時で終わりにしたんですけど、でそれから大学4年間で、卒業してくれました。その間は彼女の方は勉強で大変だったと思うんですけどね、レジデントアシスタントっていう RA なんていうんですかね、寮とかアパートの管理人さんみたいな仕事で、アルバイトというか生活費の免除とかがあってですね、1年の時はできないので2年から4年生の時までやってくれましたね。だから学生ローンを組んだりそういう仕事をしながらある程度学費とかの負担して、僕もかなり大変でしたけど、4年間経って、つい先月卒業できたということです。はい。そうですね。なんかこんな20分では語りきれないいろいろなことがあったんですけど、でもとりあえずダイジェスト版と言ったら変ですけど、僕の視点から見た一人の子育てというか様子をちょっと皆さんにお伝えしたいなと思って、配信しました。How do you feel to graduate, Katie? Yay! I'm Superman! All right. So we were taking pictures and videos for Katie's graduation from Hope College. She got a mechanical engineering degree with 3 minors: mathematics, Japanese, and studio art. So proud. Congratulations and great job, no. Congratulations and great job, Katie. Woo! Try one. We are We're so proud of you.
皆さん今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではミシガンでの日常生活を実体験に基づいて配信しています。もしよろしければぜひこのチャンネルを登録してください。また今後の励みにもなりますので、高評価ボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。では次回のエピソードでまたお会いしましょう。さようなら。今日今何時だろう。今まだ8時回ってないと思うんですけど、この小屋の中めちゃくちゃ暑いです。もう汗がじとーっとしてきてます。日本ほどじゃないと思うんですけど、湿気とかこの暑さっていうのはそうですね、日本の夏をちょっと思わせる、テンションが低くて申し訳なかったです。すいませんでした。